こんにちは。あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、ボンネビル T120 の車体の紹介をしていこうと思います。前回ね、納車した時に車体の紹介をしようと思ってたんですけど、全然ろくに話すことができずに終わってしまったので、改めて全体の紹介をしていきたいなと思います。はい、ではまずね、これトライアンフのボンネビル T120 です。2021年式ユーロ5対応のモデルになってます。で、2020年までに出てたのがユーロ4対応モデルというふうに聞いてますね。そこからちょっとどこが変わったのかっていうのは後で紹介していこうかなと思うんですけど、まず見たまんまこうクラシックなネイキッドですよね。でもパッと見てなんか細部いろんなところにこうこだわりが感じられるというか、で排気量は、名前の通りですね 1200cc になってます。でホイールベースが 1450mm で全長が確か2メートルちょい2200ぐらいだったと思いますね。で車両重量が 237kg です。結構ね重たいですね。エンジンが並列2気筒 SOHC270 度クランクになってます。よく分かりませんが、で最高出力が 59kW80PS ですね。最大トルクが 105Nm になってます。で最大トルク回転数が3500回転ですね。さっきからねむちゃくちゃ猫が多いんでね、知ってる人は知ってると思うんですけど、キャブ車風に仕上げられてますけど、FI フュールインジェクションですね。でタンクの容量が 14.5 リッターです。で燃費がだいたいね20キロ前後なので、200キロ300キロぐらいはなんとか走るかなってとこですね。では続いてフロント周りから見ていこうかと思うんですけど、まずメーターは2眼メーターですね。スピードと回転数で LCD が入ってて、そこでいろんな情報を、見たりすることができますね。ちょっとスイッチを入れてみます。カチッとな感じですね。表示の部分にインフォメーションがいろいろこう切り替わるようになってます。これがね左手の、ハンドル部分で操作ができるのですごい切り替えが楽ですね。言い忘れてた、左側にシフトインジケーターも入ってます。であと右側に、燃料系ですね。で右側の方は走行モードの切り替えができて、ロードとレインですねになってます。でハンドル周りは普通のというか、特にこう目立ったところはなくて、でキルスイッチとスターター、あとモード切り替えとハザードですね。で左側の方がさっきのインフォメーションと、ウインカー、あとこれが、クルーズコントロールですね。あとホーンがついてます。でパッシングが、ここについてる形ですね。で足回りなんですけど、足回りが、これ整列フォークになるのかなですね。よいしょ。でデュアルブレーキっていうのか、ブレンボの、ブレーキが左右に1個ずつついてます。でフロントのライトですね。真ん中にトライアンフのロゴが入ってます。これ割と新しいモデルなので全部 LED かと思ったら、ウインカーとフロントライト、リアのウインカーも確かバルブなんですよね。で LED になってるのはリアのブレーキランプだけですね。でエンジンは、さっきも言いましたけど、言ったっけか、水冷になってます。一見するとこうねフィンがバッとついてて空冷っぽく見えるんですけど、ここにラジエーターが入っていて水冷になってますね。なんかこれもここに収めるのにかなりこう苦労したと。普通は横長のがついてると思うんですけど、トライアンフなりのすごいこだわりがあって、なんとか縦長に収めたと。その辺のなんかこだわりがすごいですよね。なので、所有欲をすごい満足させられるバイクですね。でこの辺のステップなんかもね、作りがね結構凝った感じになっていて、さすが外車というか、それなりの値段するだけあるなという感じがしますね。で駆動系が、チェーンがねこれ珍しくて右側にあります。だからなんだっていう、感じですけどね。でマフラーは2本出しになってるんですけど、
これね、ディーラーの人に教えてもらって知ったんだけど、これ左右こう2本出しにはなってるんですけど、この下の部分でちょっと分かりにくいかな。こいつここでなんか連結されてるんですよね。なので、2in1 で、そこからまた2本出しっていう形になってます。なんかカスタムパーツでね、社外のカスタムパーツで左右独立にしたりすることもできるみたいですね。あとは注意書きのステッカーですね。この辺もなんかこう外車っぽい感じがしますよね。給油キャップです。ちょっと開け方にコツがいるって聞いたな、確か。で、シートになってます。2人乗りですね。で、シートはね、かなり、座り心地はいいです。で、座面が広いので、座り心地はいいですね。ポジションも安定しますよ。後でちょっと座ってみようかなと思います。で、シートは外れるようになっていて、この下に ETC かなと、あとね、USB が、入ってますね。ちょっと外してみっか。こんな感じですね。するかな。ETC と、あと分かりにくいかもしれないけど、USB ソケットが入ってます。で、バッテリーへのアクセスも結構しやすくなってるみたいなので、冬場のメンテナンスとかもね、やりやすいっていう風に言ってますね。で、あと、タンデムの、ステップですね。これもこう、カチッカチッとなって、なんか質感かなり高めのものがついてますよね。で T120、このモデルはその金属パーツがメッキになってるんですね。特にその液パイとマフラーのところがメッキになってるんですけど、別モデルの T100 だとね、ここが確かステンレスになったのかな、今年から。ユーロ5のモデルからステンレスになってたと思いますね。で、ユーロ5になって、そのエンジンが変わったことで、その分のね、コストアップを他で削らなきゃいけないってことで、確かね、センタースタンドと、あとこのグラブレールと、あとグリップヒーターがなんかね、なくなっちゃったんですよね。もともとついてたものだったんですけど、それが、オプション扱いになってしまったと。グリップの方は代わりにこうクルコンがデフォルトでつくようになったんですけど、ただね、そのセンタースタンドとグラブレールが、オプションになってしまったので、欲しい人はつけなきゃいけない。で、ちょっとこれからどういうカスタムをしていこうかなというふうに考えてます。フロントのところもこういうふうにトライアンフの文字が入ってますね。じゃあね、ちょっとまたがってみようと思うんですけど、身長171で、足は今ドクターマンチのブーツ履いて、かかとがちゃんとつくかなぐらいですね。踏ん張るには全然問題ないですね。左右にちゃんと足つく感じです。で、意外とね、こう乗った時に車体が沈むので、後輪のこうサスが沈むんで、カタログの値よりも若干こう低いように感じるのかな。なんか足つきはね、全然問題ない気がしますね。はい、というわけで、ボンネイル T120 ですね、納車したばっかりですけど、をご紹介しました。今後、カスタムだったり、ツーリングしている様子を動画で上げていこうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。